山本さんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、これヒノキですね。これ今前に置いてあるのがヒノキですけど、ちょっとボサボサっとこうした状態ですけどね、これをちょっと簡単に、剪定をして、植え替えまで同時にやってしまおうかなというふうに思っております。で、このヒノキに関してはこれは津山ヒノキという種類ですけど、ヒノキに関しては剪定、あんまり強い剪定今あれですけど、ちょこちょこした剪定と、植え替えなんかはこの暖かい時期にやるのが良しとされておりますが、ただ、今植え替え全然いいんですけど、今年の冬といいますか、次まだ夏になってないですけど、夏秋冬ってなった時の冬場はちょっとやっぱ凍らせない工夫はしといた方がいいですね。植え替えた後ですね。冬場はちょっとそういった面での用心は必要ですけど、こういう暖かくなってきたこのぐらいの時期からですね、あと秋口にも、植え替えなんかしても大丈夫なんですけど、冬場に、凍らせない工夫をした方がいいということだけは覚えておいていただけるといいかと思います。で、こういうボサボサ状態のやつをこの間ちょっと、これを簡単にいらない枝を抜いて、ちょっと簡単に作ったやつなんですけど、まだこれからちょこちょこ枝を抜きながらですね、細かに針金をかけていったりするともっと格好のいいやつができるかと思いますけどね、今日はこの2つをちょっと剪定して最後にどれか1つ植え替えまでやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず木のタイプがですねちょっと違うんですね。こういうこれは下の幹がこういうふうにこうくねくねとした状態と、これはどちらかというと中見てみると曲がっちゃいるんですけどですね、模様木にするかまっすぐでもいいんですけど、ちょっとやりながらちょっとぼちぼちとこうやっていきましょうかね。はい、じゃあ先にこれからちょっとチャレンジしていきましょう。で、剪定をする場合ですね、心拍なんかと一緒で、左手でっていうか利き手が左の方の場合は右手でこう押さえてという形になるんですけど、右利きの方だと左手で押さえてもらって、あとはこう引きちぎるような感じですね。こういうふうなちょこっとした剪定をしていく。で、不要枝なんかはハサミを使っていって、剪定していくんですけど、こういうふうな形ですね。もちろん時期が今ですから、こういう取ったやつを挿し木して増やすっていうのも全然可能ですので、こういったボサボサでいっぱい枝がある場合はですね、ちょっとそういった剪定もやってみられるといいかとは思います。今ちょっと切り方を少しやりましたけど、全部こうやって飛び出てるとこだけを取るというやり方でも構いません。飛び出てるとこを取る。そうですね。で、ふんわりこう形を作りたいという場合にやるやり方ですね。だからこうやって飛び出てるとこを握ってもらって、利き腕が左の方は右手で持ってもらって、どちらでも、私はもちろん右利きですけど、大概やるとき左手でこうやったりするのはやりやすいんですけど、どちらでもそれは構いません。こういうふうにですね、挟んでどちらかで挟んでちぎってもらうというようなやり方ですね。でこれを、今から幹を見ながらですね、
昼から晴れるんじゃなかったですかね。うん、ちょっとこうやって挿し木にいいですね。ざっと切ってこういうふうにちょっと幹が見えてくるといろいろ形をですねイメージしやすくなってくると思いますけど、
だいぶ変わってきましたね。何を気をつけて切るんですか？はい。何に気をつけて切るんですか？何に、まず一つは要は盆栽風にちょっと仕立てていくっていう形なのでですね、まずいらない枝重なってるところ、そういうのを取っていくんですけどね、ぼちぼちと、この木の軸の流れに合ってこう枝を作っていくっていうような形ですね。またこの辺に来た時にこの枝とこの枝どっちを落とすかとかですね、後々作りやすいようにするためにはあまりちょっと極端に太くなってる枝とかそういうのは後々ちょっと邪魔になったりしますので、極力落とせるようにしていくといいかとは思いますけど。雨の音が入りますか？入りますね。この辺も本当はいらないんですけどね。ここ取るとここも取らなきゃいけないし、こっちも取らなきゃいけないし。ちょっとざーっとやりましたけど、こんな感じですね。まだちょっと落とした方がいい枝もあるんですけど、こんな感じでちょっと今さっきと比べるとだいぶすっきりしたかなとは思いますけど。全然違いますね。そうですね。であとはその切ったところをきちっと処理をしていけばですね、今ちょっとこういうお天気なのでですね、ボンド系と塗っても綺麗につくかな。
まあ同じような形でですねまたやっていきますけど、掘り出しましたね。はい、こんな感じでですね。ここ幹が見えるとイメージ変わりますね。
そうです。幹を見せないといけないんですよね。今ちょっとざっとですけど、ざっとっていうといけないですけど、2本こう不要枝とかですね取って、ちょっとイメージが変わったかなとは思うんですが、これを実際この後植え替えをしていきますけど、ちょっとこれも鉢ちゃんとした和鉢で、鉢は鉢なんですけど、ちょっと格好のいい鉢に入れてあげようかなというふうに思っておりますが、こういうヒノキのですね、年間の管理方法というか、お水やりだとか、あと管理場所ですね、そういったので、土地に地方によってもいろいろ違うとは思うんですが、宮崎に関して言うと、どんな植物もですけど、宮崎の場合、夏場に雨は多いで、気温は特別は高くはならないで、一年中暖かいと。で逆にですね、それがあまり良くなくて、夏場にこう蒸れるんですね。で昼間温度が上がるで、夜になると下がるという状態であればいいんですけど、夜の温度、夜温って言いますかが、宮崎の場合はあまり下がらないと。で、結構夜中もずっと暑いというかですね。で、先ほど雨が多いって言いましたけど、雨が多いということはそれだけ気温が温度が下がらなければ、ムシムシした蒸し風呂状態というのが続くんですけど、こういったヒノキ類はですね、特にですけど蒸れが強いと特に中の方から枝がちょっと枯れ込んでいくとかいう現象が起きてきます。で、宮崎の気温ぐらいだったらですね、昼間日にガンガン当たってても水を切らさなければ問題ないんですけど、要は夜に温度がずっとムシムシした状態が続くと、その群れによってやられると。で同じヒノキでも石灰ヒノキ言うてですね、葉っぱがこうぐじゅっとなったああいうやつは特にですね、群れによって元の方の枝というか葉っぱがどんどんこう枯れ込んでいくというようなので、ヒノキ類は難しいとおっしゃる方も結構いらっしゃるんですね。でヒノキ好きなんだけど一年中こう姿を変えないで好きなんだけど手入れも楽なんでって言われるけど、どうしても枯らしてしまうと言われる方、ほとんどの場合が、夏場の群れによって引き起こす場合が多いというふうに思います。だからなるだけこう夜風通しのいい場所を作るか選ぶかしてもらってですね、管理していただくのが一番いいかとは思います。で、水やりはもうやっぱり表面が乾いたらあげるというのが何でも基本ですから、そういった形で構わないんですけども、とにかく夜間涼しい環境に置いてやるというのが、一番、上手な管理方法かなというふうには思います。で冬場ずっと寒に当ててるとですね、葉っぱがこう全体茶色くなってくるんですね。それで、ご存じない方は結構枯れてきたんじゃないかなと思われる方も非常に多いんですけど、春気温が上がってきて暖かくなればまた緑に戻るので、心拍なんかと一緒ですね。だからあまりその辺はもうすぐ枯れよるというふうに思わないようにしていただけるといいかと思いますけど、ただ今回、植え替えをすればですね、今年の冬場は凍らせないような環境といいますか、そういう場所で管理してあげないとちょっと傷む可能性もありますので、植え替えをした時なんかは冬場に凍らせない工夫をしてあげるといいかとは思います。よく凍らせないようにしてくださいって言うと、軒下はどうやるかって言われるんだけど、結構軒下に置いてても凍るなと思いますからね。だからもうちょっと凍らない工夫というか、例えば棚の下でもいいんですけど、霜が当たらない寒風がこう吹きつけないような場所だったらいいかなと。一時中まで直さなくてもいいかとは思いますけど、ただ今ホームセンターとかああいう感じのところでですね、ちっちゃなこう家庭用のハウスみたいなのがあるんで、冬場はちょっとそこに
避難させるというのも、うんもちろんでもそういうところに入れてる場合は昼間はビニール開けといかなきゃいけないんですよ。じゃないと冬でもかなり温度は上がりますからね、ああいうやつは。だからまあ開け閉めが億劫でなければそういうのを使うのも一つの手だとは思います。はい。今朝の動画にコメントがつきました。はい、ありがとうございます。はい、英語ですね。ありがとうございます。とても参考になりました。将来的には盆栽園のツアーや師匠に関する情報、師匠が盆栽にどれぐらい関わってきたか、何を専門にしているかなどを撮影していただけるととてもありがたいです。ありがとうございます。ということです。何を専門？まあ専門っていうのはまあ盆栽全般という感じではあるんですけどね。まあそうですね。専門って難しいですね。昔だったらこう松とか松ばっかりとかいう方もいらっしゃったんでしょうけど、まあ今は盆栽全般何でも盆栽になりますので、でうちの場合はまあ盆栽やりながら、喜一とかああいう時にはそれこそ癒し工房さんですね、癒し工房さんからお手伝いいただいてデンドロビウムを下げたりだとか、あとメダカを販売してみたりだとか、要は庭作り、盆栽をまあ代表としての庭作りに関するものだったら何でも、まあ、常時置いてなくても取り寄せができるというような形ではやっております。メダカもまあお庭でちょっとこう入れたりですね、だからそういうのにいやうちは薄で入れたいという方には薄もまあもちろんうちに置いてあるのももちろんありますけど、見つけてこいちは探しますし、水がめみたいな壺がいいんだけどって言えばそういうのもありますし、サイズがなければ探してきますし、はい、もう全般ですね。だいたい庭作りに関係するものだったら全般、はい、まあクレーンがいるような巨大な岩とかああいうのはちょっとうちでは無理ですけど、まあそういう時は良心的な業者さんをご紹介もできますから、まあ庭作り全般でなんか聞きたいことでもあれば言っていただければとは思います。どれぐらい関わってきたか。どれぐらい、まあ関わってるで言ったらですね、物心ついた時からっていうのが、ね、はい、いう感じでしょうかね。まあ気づいた時には家にあったと。で、まあ最初の頃の動画でお話ししたかとは思うんですけど、まあ友達と遊びに行きたいのに、目摘みの手入れの手伝いをさせられたとか、春先は植え替えをさせられたとか、小学校低学年で大人の人が持つような鉢を両手でこう一生懸命抱えながらとか、台風が来りゃ棚卸し品物を棚から下ろす作業まで台風強風吹き荒れる中父に連れて行かれて棚卸しを手伝ったとか、まあそんな環境で育ってきてましたので、関わってるので言えばもう物心ついた時からという形ですかね。なんかもう50年以上ですね。ですよね。はい。今後の撮影プランがもし頭の中にあれば。撮影プラン、要するにこういうのを紹介しますみたいな。そうですね、まあまあ今時期でちょっと花が来てますけど、口なしも花自体はまあ時々ネットなんかでも見たりしますけど、通常口なしの実をつけるやつは一重と言われてるんですけど、八重花で実をつけることはないというふうに私もそう思ってたんですけど、まあ今ひょんなことから手に入ったやつで八重花でバラの花みたいな純白のですね、綺麗な花が咲くんですけど、こいつが実がなるというのもあってですね、まあ最近そういうのの挿し木なんかもしたりしますので、そういった感じをまあ近々ちょっとやれればなというふうには思っております。で、そうですね、まあ夏場ですからね、これから夏が来ます。目切りはちょっとやったんですけど、まあ、特別特殊なっていう形は目切りではないのでですね、ただ管理法でいろいろご不明点ありましたらそれはいつでもお問い合わせいただきたいと思うんですけど、ですかね、今直近ではそんなところでしょうかね。あとはまた、夏終わりにはボケだとかいろいろそういったやつの植え替え剪定なんかも入ってきますからね、まあ、そういったのも順次やっていければというふうには思っております。はい、ありがとうございました。